はい、工学部の佐野と申します。本日は短い時間ですがよろしくお願いいたします。まず最初に皆さんよくご存知の宮沢賢治の言葉から私の話を始めましょう。彼は世界全体が幸福にならなければ個人の幸福はありえないという言葉を残しました。この言葉を生み出す感覚といいますのは、もしかしたら人間の感情の根本に根付くものの一つかもしれません。と言いますのも、現在まさにこの言葉の意味するところをですね、実現するための大きな営みが世界規模で進んでいるからです。その取り組みをグローバルヘルスと呼んでいます。世界中の人々の健康の増進と平等を実現するためのすべての営みをグローバルヘルスと呼んでいるのです。このグローバルヘルスの重要性は、おそらくここにいらっしゃる皆さんも含め、世界中のさまざまな人たちにとって理解しやすいものではないでしょうか。このようにどのような文化的背景を持つ人々にとっても同意できることというのはなかなかあるようでないものです。先ほど申し上げましたように、このグローバルヘルスを達成するためのさまざまな取り組みが現在世界中で進行しています。貧困や疫病の撲滅に対する取り組みはその一例と言えましょう。ここで一つ皆さんにぜひ考えていただきたいことがあります。もし皆さんがグローバルヘルスを達成するための活動に参加するということになったときに、ではまず何を最初にすればいいでしょうか。おそらく最初に行わなければいけないことは、問題点を抽出することであります。何が具体的にグローバルヘルスを脅かしているのかが分からなければ、その対策を打ち出しようがありません。しかしそれだけでは不十分です。目の前にある問題がおそらく解決しなければいけない課題であることは確かだと思いますが、ではその課題はまず最初に取り組むべきものでしょうか。もちろん、活動資金というものは限られています。現在のように世界規模の経済危機の間際に立たされているような状況では、グローバルヘルスを達成するための活動資金の枯渇というのは、もしかしたら具体的な姿として出てきてしまうかもしれません。グローバルヘルスを達成するためにさまざまなことに取り組まなければならない。しかし活動資金は限られている。従いまして、このグローバルヘルスを達成するためには、課題を抽出した後、その取り組む優先順位を非常にはっきりとした形で示さなければいけないわけです。このグローバルヘルスを達成するための課題の優先順位を論理的に示すために行われているのが、世界疾病負担グローバルバーデン・オブ・ディジーズと呼ばれる、ある種の指標に関する研究です。世界疾病負担とは、ある特定の要因がある地域においてどれだけの大きさの負担を与えているかを数値で表そうと試みているものです。その場合の数値といいますのは、例えば亡くなってしまった人の数であったり、病気になってしまった人の数であったりということになります。やはり死亡者数を増やしてしまったり、病人を増やしている要因というのは優先的に取り除かなければいけません。それでは例えば死亡者数を指標として用いた場合に、グローバルヘルスを達成するための課題の優先順位はどのようになるでしょうか。ここに WHO による集計結果を示しました。高血圧、喫煙、高血糖、運動不足などが上位にランクインしておりまして、このような要因によって世界中で多くの命が奪われているということがお分かりかと思います。ちなみに私は工学部で水に関わる仕事をしておりますが、きれいな水がないためにですね、例えば飲み水ですとか調理のため、もしくは入浴のためのきれいな水がないために奪われてしまっている命というのは、この15個あるランクのうちの11番目にランクインされていることがお分かりかと思います。もちろん同じ金額を投入したときに、ある各要因でですね、同じだけ死亡者数を削減できるわけではありませんので、ある金額を投入してどれだけ成果が得られるか、いわゆる費用対効果の調査も要因ごとにしなければいけませんけれども、とりあえずこの死亡者数を指標として考えた場合には、このランクに従って対応策を練る、もしくは資金を投入していくということが一つ理にかなっているという言い方ができるわけです。しかしながら、この死亡者数だけでは社会における負担のすべてを表していることにはなっておりません。
例えば病気になって入院した場合を考えてみてください。もちろん病気の、入院している期間、仕事はできませんし、医療費も発生しますので、社会への負担という意味では、この病気にかかってしまった人の人数とその期間および重篤度、病気の重さですね、これらも社会への負担としてカウントするべきだという考え方があります。で、この死亡者数、病人の数、期間およびその重篤度をすべて一つの指標で数値で表そうというものとして、この障害調整生命年 DALY というものが考え出されています。この期間でありますとか人数ですとか重篤度という全く単位の違うものをですね、一つの数値、この場合には単位は何年という年になりますけれども、この一つの数値にある意味強引に押し込んでいるものですので、これまでにさまざまな批判がされている指標ではありますけれども、現在におきましては世界疾病負担の中のメインの指標として用いられているものです。で、本日は時間の都合上、細かい計算方法は省略いたしますけれども、基本的にはダリーの値を大きくしてしまう要因ほど優先的に取り除かなければいけないというふうに考えます。それではそのダリーを指標として用いた場合に、先ほどのランクはどのように変わりますでしょうか。先ほどの死亡者数を指標として用いた場合に11位にランクインしていた不衛生な水による社会の損失というものが4位にランクアップしたことがお分かりかと思います。つまり不衛生な水によって生じてしまっている損失といいますのは、死亡者数を増やすだけではなくて、病人を増やすことによって社会の活力を奪ってしまうような側面が相当量含まれているということになるわけです。我々工学部で水の衛生に関わる仕事をしている我々としましては、このようなですね、水の衛生によって生じる人的経済的損失というものをなるべく軽減してグローバルヘルスの達成に向けて貢献したいという方向で仕事をしているというふうに言えるわけです。それでは具体的にエンジニアリング、工学がこのグローバルヘルスの達成に向けて貢献できることは何でしょうか。やはりその一つは言うまでもなく技術開発です。川の水や地下水をきれいにして飲めるようにすることですとか、もしくはトイレからの水を環境中に出す前にきれいにするといったことの技術に関してエンジニアリングの貢献できることというのは大きいということは皆さんイメージしやすいのではないでしょうか。よりローコストでよりきれいな水をたくさん作れるようになればなるほど、この水の不衛生な水によって生じる社会的な損失を軽減でき、グローバルヘルスの実現に寄与できるというふうに考えることができるわけです。もう少し、これは明らかに工学エンジニアリングの仕事と言えます。もう少し細かい具体的なことを言いますと、例えば水の中の汚れを固めて落とすための凝集剤ですとか、水をろ過してきれいにするときのこの膜自体の素材の開発ですとか、今すでにある技術であってもより効率を上げるといったことも含まれてきます。したがいましてその対象は非常に多岐にわたってきます。で、今後も水の衛生に関わる新規技術というのは次々と生まれてくるでしょう。その担い手は皆さん方かもしれません。しかし一つ注意しなければいけないこともあります。例えば日本のような先進国で使われている技術をそのまま途上国に持っていっても、技術者の不足であったりもろもろの理由によってうまくいかないというのが現状であります。したがいまして優れた技術の開発が求められていると同時にですね、その運用面においても重要な役割が現在エンジニアには求められています。目標設定に関わる部分という言い方もできるかと思います。水をどのような形でどこまできれいにするのか、技術が達成すべき目標をエンジニア自ら明らかにするということです。言い方を変えますと、個々の工学的技術の特性を理解して、運転費用なども把握した上でですね、考慮した上で、この人間社会のどこにどの技術をどのように配置すればいいのかを考えたり、もしくは健康被害をもたらさないためには、水をですねただきれいにするだけではなくてどこまできれいにすればいいのかということを考えるということであります。この
水をどこまできれいにすればいいのかということに関して一つここで例をお見せしたいと思います。川の水の中に存在していることが知られているウイルスをですね、今日は1個目のセッションで高田先生のウイルスのお話がありましたが、ちょっとそれとはインフルエンザとは少し違う種類のウイルスがよく川の水の中にはいることが知られております。でそのウイルスを実験室で培養することが可能な人由来の細胞に摂取します。でもしウイルスの数が多いと細胞に感染して細胞は破壊されてしまいます。しかしながらウイルス濃度がある一定濃度以下であれば、たとえウイルスがそこに存在しても細胞は死ぬことはありません。これは人体に病原体がまず侵入したのをまず察知して排除するための自然免疫と呼ばれる仕組みが動いているからです。ここに示しました図は TLR3 という自然免疫に関わる遺伝子の働いている量を示したものでありますが、こういった生まれながらに持っている抗ウイルス遺伝子とも言われるものがですね、しっかりと働いているために細胞は死なずに済んでいるわけです。したがいまして水中の、飲み水でも何でも、使う水何でもいいんですがに存在してもいい許容できるウイルス濃度というのはですね、おそらくこういう自然免疫でクリアできるぐらいの濃度ということができるかもしれません。もちろん個人差はありますし、川の水の中にはウイルス以外のものもたくさん入っておりますので、話はそんなに単純ではないんですけれども、ただ一つはっきり言えることは、今少しお見せしたこの実験において病原体であったり人の細胞であったりという、材料を使っていますけれども、これはもう医学ではなくて、サステナビリティのマインドを持った工学分野の人間が行うものであるということができるわけです。それではそのような工学の仕事を志した人間がどのような職を得ていくのかということについて少しご説明します。このあたりも皆さん非常に興味がある終わりかと思います。工学部の卒業生の就職先は就職に関しては非常に有料です。例えばエンジニアとして日系企業もしくは外資系企業に就職することも可能ですし、国家試験を受けて環境省、国土交通省、厚生労働省といった地方省庁に行くことも可能です。また地方公務員として地元に貢献することもあるでしょう。もちろん研究者として我々と一緒に仕事をしてくれる人が出てきてくれたらそれは非常に嬉しく思います。しかしここで一つ、ここにいらっしゃる皆さんの多くの人が想像してないであろう職業をご紹介したいと思います。それは国際公務員と呼ばれるものです。国連、世界銀行、ユネスコ、WHO など、いわゆる国際機関で働く人たちのことを国際公務員と言います。どのようにして国際公務員になるかご存知でしょうか。詳しくは外務省のホームページに載ってますので詳細は省略いたしますが、簡単に言うと英語かフランス語で仕事ができて、かつ、修士か博士の学位を持つ人が対象となります。実務経験が求められる場合もありますが、すべての職で求められているというわけではありません。国際公務員といいますと、例えば経済学とか政治学、経営学といったいわゆる文系の分野で学位を取った人が活躍する場と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、それでは今日少しご紹介したようなグローバルヘルスを達成するための工学の技術は一体誰が評価するのでしょうか。今求められているのは工学の知識をバックボーンとして持つ国際公務員というわけです。今から10年後20年後にニューヨークやジュネーブやブリュッセルといったいわゆる国際都市で働く自分自身の姿をぜひ想像してみてください。私の切なる希望の一つは、ここにいらっしゃる皆さんの中から一人でも多くの人が工学の学位を持つ国際公務員として世界で働いてもらう、活躍してもらうことであります。私からは以上です。ご清聴どうもありがとうございました。